ジカルシンキング、論理的思考、最初に結論言ってるんですよ。これはオープンクエスチョンできてるんですよね。なるほど、なるほど。一定の、例えば意見とかを割と自由に引き出したいときとか。こんにちは、ボンジです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。本日もお願いします。お願いします。今日がですね、ちょっと僕気になってた言葉がありまして、質問法っていう言葉あるじゃないですか。ちょっと僕自身が結構一緒に仕事してる人からも、よく質問が下手くそとか、何を伝えたいのみたいなことよく言われることが多いんですよ。なので、ビジネスにおいて質問を投げかけるときに、どういうふうに自分の頭で整理して質問を投げたらいいのかっていうところをちょっと今日は質問法っていうテーマで詳しくモン社長にお聞きしたいんですが。そうですね。ビジネスにおいては、ロジカルシンキング、論理的思考、結論なんですかと、根拠なんですかと、で聞かれたらその詳細なんですかと、答えるのがベストだと。だから質問も聞きたいことは何か、で結論を言って、で根拠があって、それでいいと思うんですよね。例えば僕英語できないんですけど、なるほどと思ったのは、日本人って、あれがこれで、あれがこれで、これがこれだからこうしたい。どうですかって言うんですよね。でも、英語って、why? もうなぜって言った時ですよ。なぜこれがこれでって聞くじゃないですか。最初に結論言ってるんですよ。結論というよりかは、何が聞きたいかというか、例えば 5W1H もそうじゃないですか。なぜとか何とか、誰が、どこで、いつ、どのようにって最初に入れてるわけですよ。じゃあ英語みたいに考えればいいんだってちょっと思ったんですよね。できないんですけど。英語できないけど。だから逆にすればいいんですよ。こうなんですよ。あれがこれでこうなんで。めっちゃわかりやすいです。それを結論化喋るっていう時に意識してるのはそこしかないかなと。なるほど。なんで、まず言う前に自分で考えるんですよ。あれがこれでこれがこれでこれだからこうしたい。こうしたいんですけど、あれがこれなんで、どうですかって聞く。僕はそうしましたね、最初は。でも確かに、それで全て解決しますね。確かに。なるほどっすね。ビジネスで大事なのは、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンってあるんですか？わかります？なんか聞いたことあります。いわゆるだからオープンクエスチョンっていうのは答えがない質問ですよ。答えがない質問。簡単に言うとね。で、クローズドクエスチョンは、言うなれば結論を聞きたいから2択みたいな感じですね。はいかいいえとか、または限定的な答え、限られた選択肢で答えられる質問。オープンは自由ですよね。どういう場面で使い分けてるんですか、それは。すごい簡単に言うと、オープンクエスチョンは考えさせたいとき、考えたいときとかで、クローズドは早く結論が欲しいとき。だからビジネスってやっぱり問題解決の連続なんで、基本的にはクローズドクエスチョン。クローズドクエスチョン。にするし、してほしいし、なんですよね。メンバークラスから行くと、基本的にはやっぱビジネスの中ではクローズドクエスチョンを心がけてくださいと。例えば僕が上司でメンバーだった時に、社長と、何々の件ですが、こうしようと思います。いいですか？ダメですか？これで質問してきてって。例えば、もしかしたらイエス、ノーって言うかもしれないし、質問しますよと。なんでそういう結論なのあなたは？根拠だけ言ってください。ポンポンポンって。それで OK だったらもうそれで終わり。それでまだ納得できなかったら、ちょっとごめん、なんでこの根拠なのってまた質問が落ちからで入るからと。なるほど。そうじゃないと、こっち忙しいから、ね、時間かけたくないんだよと。脳も一瞬使いたくないからできるだけ。右か左、A か B、イエスかノーで質問ちょうだいと。そしたらスパッて答えられるからと。気になったら聞くからこっちからと。あれがこれで、これがあれで、これがこれで、これがこれなんだけど、どうしたらいいと思いますかねって聞かれたらもう答えたくないと、その瞬間に。そこに脳と時間持ってかれるからと。こっちは決めなきゃいけないのでいっぱいあるんだよと。ごめんなと。そうやってこういう、なんつうの、冷たくもしたくないし、そっけないとか思われるのも嫌だから、上司に対しての質問ルールはこれでやって、みたいな。これが理想ですよね。でも確かにそれぐらい端的でいいんですね。ビジネスはいい。だから、部下には、とか、基本的に部下の立場だったら、相手が、その脳と時間を使わずに
リアクションできるようになるべくしてきなさいと。なるほど。だからクローズドクエスチョンで聞きくださいねってやるんですよ。忙しい人そうですよね。逆にじゃあ、オープンクエスチョンを使った方がいい場面っていうのはどういうシチュエーションとかですか？一定の、例えば意見とかを割と自由に引き出したいときとか、考えさせたいときとか、自由な何か意見が欲しいとか、そういう時ですよね。じゃあいわゆるそのミーティングとか会議の場とか。いやいや、ミーティングは、そのミーティングの内容によりますけど、例えば普通の、取締役会とか、だったら、基本はクローズドクエスチョンで全部収めたいですよね。だけど、ブレインストーミングとか、これはオープンクエスチョンできたいですよね。なるほど、なるほど。仕事で使うところで言うと、例えば、じゃあお客様のそれこそ、引っ越し代金いくらにするんだとか、できるできないんだとか、クレームが来たらとかっていうのは全部これクローズドで質問入れていかなきゃいけないし、クローズドになるように答えていかなきゃいけないし、ですけど、従業員を例えば育成したい時とかね、いわゆるコーチングですよ。ティーチングの時はクローズドでいいわけですよ。やるやらない ?A、B どっちだと思う？これ A ですか B ですかとかね。でも、コーチングの時は、あなたはどうしたいの？どう思うの？どういうのが一番あなたにとっていいの？オープンだ。そういう使い分け、なるほど。だから問題解決の方がすごい強いと、クローズドクエスチョンばっかなんですよ。なるほど、なるほど。だから詰める感じになりがちですよね。これうまく使わないといけないんですけど、だからクローズドクエスチョンはある意味、向いてるのは結構自分かもしれないですよ。自分が早く終わらせたいから、脳使いたくないからとか、結論が早く欲しいからとか。そっかそっか。ちょっと言い方悪いですけど、自己中心的な考え方。見てるのは私。やってるのは私だから。私がどう思うかみたいな感じかな。オープンクエスチョンはどちらかというと、いえいえ、私じゃない主役あなただよと。あなたの考え聞きたいんだよとか。あなたはどう思ってんのとかってやってますよって他人思い的な感じが出るわけですよね。なるほど。だから問題をさっさと解決したいときはクローズドクエスチョンでスパスパいったらいいと。だけど人間関係を作りたいときとか、強固にしたいときとか、何か人間変えたいときとかは全部オープンですよね。これ本当ビジネスだけじゃないですね。他のプライベートシーンとかね、いろんなとこで適用、応用できそうな。なんかよく笑い話っていうか、例であるのはね、じゃあ彼女と奥さんと買い物行きましたと。ねえねえねえ、これどっちが似合うと思うって洋服やられましたと。男は問題解決の方が強いから、それこっちでしょって言っちゃうわけですよ。なるほど。でも、ね、それ聞いた側は、ね、意見を聞きたかっただけで、別に決めてほしいわけじゃないみたいな。で、言われた方を別の方を買った。そしたら男はなんで俺に聞いたのって。問題を解決したいから、どっちか迷ってて、その最後、ね、決めたいから俺に聞いたんじゃないのみたいな。こっちって言ったじゃんと。なんでそっち買わないのって言ったらもう喧嘩じゃないですか。よく聞く話。そういう意味では、両方気をつけなきゃいけないんですよ。どっちがいいと思うって聞く側だったら、どっちがいいと思うじゃなくて、こっちは何がいいと思う、こっちは何がいいと思う、こっちなんだらどういうふうに思うとかって聞けば、オープンなんで、両方いいこと言ってくれるわけじゃないですか。確かに確かに。オープンで返してあげたら、割とうまくいくような決算ですね。確かに。すごいっすね。なるほどっすね。質問法って、ちょっと言葉の定義というか意味が分かってなくても自身。だから困ってる時は、オープン返ししますよ。オープン返し逆にどう思うの的な。逆質問。なるほど。だからめちゃめちゃね、相手がリズム型で、問題解決のバリバリで、これイエス、ノーとかって言ってきたら、クローズドを解除するように動きますよね。もちろんなんですよ。ビジネスの中で、早く解決した方がいい話。部下からとか判断を求められたら、なるべくね、クローズドにしてもらって、スパスパいきますけど、交渉事とか、やっぱりそういうのを使ってくるわけですよね、営業前という人。だからそれは、クローズドから脱出するように、そっかそっか。うまくすり抜けたりとか。で、答えがない、こっちにまだ明確な答えができない問いとかは、言い方ですけど、うまく逆質問しますよ。困る質問はオープンで返しますよね。すごい、そこの攻防が繰り広げられてるんですね。なるほど。ありがとうございます。
まあでも基本はなんかやっぱりその質問、こういうのはね、コミュニケーションスキルの一部だと思うので。コミュニケーションスキル。はいはい。例えば部下を育てるときとか、コーチングとか対話スキル。こういう時はオープンクエスチョンやっぱりそのね、重宝したりとか。マネジメントするときも考えさせるためにやっぱそういうのね、するし、片や問題解決するときにはスパスパッとクローズドでやっていくし。営業とかもそうですよね。お客様のこう潜在ニーズを引き出したい。ニーズが顕在化されてれば、ね、クローズドで解決してちゃえばいいけど、ね、潜在かまだしてる状態、もしくは潜在ニーズ引っ張りたいんだったら、オープンクエスチョンでこう広げていかなきゃいけないし、クロージングにつなげていくときには、クローズドクエスチョンでいかなきゃいけないし。すごいな。教育というか学んでいくってなると、今日話したようにオープンクエスチョンってどういうもんだよ、クローズドクエスチョンってどういうもんだよね、こういう特徴あるよね、こういう時使うよね、とか。で、それをロールプレイングとか実践練習していきながら、ケーススタディを持って学んで、あとはもう応用スキルをやっていきながら習得してってやれると、割とそのコミュニケーションスキルと言いながら、コーチング要は育成だったりとか、リーダーシップ、マネジメントだったりとか、営業、受注よりできるとか、結果が出るとか、ロジカルシンキングなどのちょっとカテゴリーも噛むとこあるので、能力としても上がりますし、そういうのをこう理解して、そうですね、練習して、ケーススタディいっぱい積んで、応用スキルを習得していく。こうなってくれば別に全然質問はできるようになると思いますし、質問する意図ものすごいこう、明確なので、仕事もうまくいくんじゃないかなと思います。いやー、すごい。ありがとうございます。貴重なお話。明日からぜひ、オープンクエスチョン、クローズドクエスチョンを実践してみたいと思います。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。